こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャットなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスさんの提供でお送りしております。コインポスさんが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。今年は去年以上の規模で超ビッグゲストも来るとのことなので、Web3 ブロックチェーンに興味ある方は間違いなく楽しめると思います。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。で、またこの WebX のチケットに関しては、超早割りキャンペーンが本日で終了となります。これ以降はチケットの価格自体が上がりますので、まだ迷っている方いらっしゃいましたら、早めにお求めください。またこのチャンネルの概要欄のリンクから飛んでいただくと、現在の早割り価格からさらに 20% オフで購入できるようになってますんで、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。あと、ここから通常通り海外の状況を見ていきますと、昨日の米国のビットコイン現物 ETF のフローは結果としては全体でマイナス 2.26 億ドルの純流出を記録しています。内訳としてはフィデリティの FBTC がマイナス1億ドル、グレースケの GBTC がマイナス 0.6 億ドル、アークの ARKB がマイナス 0.5 億ドル、ブラックロックの IBIT がプラス 0.18 億ドルと、他もビビたる流出を記録しています。これで今週は全体でマイナス3億ドルほどの流出となってますね。一方、香港の ETF はビットコイン、イーサどちらもゼロを記録しています。あと ETF 関連では JP モルガンのアナリストがビットコイン ETF への資金流入が今後も続くかは懐疑的であるというレポートを出したことが話題になっています。内容的にはですね、ビットコイン現物 ETF への資金流入は現在150億ドルに達しているんですが、その間取引所のビットコインの準備金が130億ドル程度減少していると、つまりこれまでの ETF への流入のほとんどが、新たな資金流入ではなくてですね、既存ユーザーの資金なんじゃないかと、限られた既存資金の流入が今後も続くのかわからないという話なんですね。今後も続くようであれば、現在半年で150億ドルの流入があるんで、1年で約260億ドルくらいにはなるだろうと、算出してますけども、これもこの通りになるんでしょうかね。今後も取引所から ETF への資金流入が続くのかも注目となっています。ビットコインの価格は現在66,700ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米生産者物価指数 PPI が前月比予想の 0.1% に対して結果がマイナス 0.2%、コアも前月比予想の 0.3% に対して結果は 0.0% と、米新規失業保険申請件数も予想の 21.9 万件に対して結果は 24.2 万件となってまして、どちらも前回予想よりも景気悪化示唆、米金利下落、米ドル安要因となりまして、各指数は上昇傾向になっています。また先ほど発表された日銀政策金利では予想通りの据え置きとなりまして、ドル円は上昇しております。米国債金利は 4.25 を推移しておりまして、ナスダックが 19,570、S&P500 が 5,430、ダウ平均が 38,640、金ゴールドが 2,303 ドル、日経平均が 38,640 円、ドル円が 157.8 円となっております。個別株の方ではマイクロストラテジーがまたビットコイン買い増しのために5億ドルの転換社債発行を提案しています。今までの傾向からしたら、単独ではプラスファンダになると思うんですが、昨日の反動と仮想通貨市場全体の下落から株価はマイナス 7.4% と落ちています。あとはマイニング企業のビットファームズがマイニング容量を毎秒 35EH に引き上げることを発表と、現在の容量から 170% 増加すると発表してまして、株価も高騰しています。1日でプラス 15% の高騰となってますね。ビットコインの先物の方では、OI が全体でマイナス 0.8%、額としては341億ドル相当、未だ減少傾向となっております。比率としては全体ではショートが 52.0%、マイナス目はロングが 69.2% と下寄りになっています。今後の指標としては本日6月14日に米ミシガン大学消費者信頼感指数、6月15日にロシアの実質 GDP、CPI、6月17日にニューヨーク連銀製造業景気指数などが控えております。市場全体で見ると、需要指標を終えまして、金利下落から各指数が上向いている状態、仮想通貨市場単体では、ETF の流出が止まらずですね、他市場と比較しても単独で弱い状態が続いているのかなと思います。やはり先週から完全に潮目が変わってますよね。中国の金買いストップとか、ETF の流出などもありますけども、これから取り上げる仮想通貨市場単体のファンダも結構バッドファンダが多くあります。チャートだけ見たら66,000の攻防に入ってまして、時間足では何回か耐えてるんで、一見底堅そうには見えますが、市場全体と比較してもですね、また業界単体を見ても、楽観的なムードは消え去っちゃいましたよね。この66,000を下抜けするとなると、次は64,000あたりになりますが、これはそこまで強いラインには見えないので、
6万2000あたりまで見ておいた方が良さそうな気がしますね。この間に逆転のファンダが出るんでしょうかね。今後の市場のどこに引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。SEC のゲンスラーがスポットイーサ ETF の S1 承認について今年の夏中には承認するとコメントを出したことが話題になっています。ゲンスラーは昨日の公聴会でですね、各社はまだ登録手続きを進めていると、順調に進んでいると、上場承認は今年の夏中にすると声明を出しています。これに対して海外ではですね、もしかしたら6月中に取引開始されるんじゃないかと言われてたのに、なんでこんな時間かかってんだとか、また土壇場で S1 を却下するんじゃないかとかね、様々な憶測が広がっています。また他のアナリストからも、ステーキングのないイーサ ETF に需要が生まれるんだろうかとか、悲観的な見解が出るようになってますね。イーサの価格は現在3480ドル、BTC 建ては 0.0523 と、昨日から上がっております。先物の方ではオアイは全体でマイナス 2.0%、額として147億ドル相当、こちらも減少傾向は変わってません。比率としては全体ではショートが 50.1%、マイナスにはロングが 76.8% と若干下寄りになっています。先行き不透明だったスポットイーサ ETF の続報がようやく出まして、当初は夏頃という見解もあったんですが、その後6月の見解が出てから夏に先延ばしのこのコメントが出たんで、個人的にはマイナスファンドになったのかなと思ったんですが、期日が明確になったせいか、BTC 建てでは昨日から若干上がっております。ドル建てチャートだけ見たら、順調に3400の攻防に向かっております。この期待が夏頃まで続くのはなかなか考えられないんで、一旦3200あたりまで落ちて、7月近くになったら、また期待で上がり始めるというシナリオが自然なのかもしれないですね。短期で明日3400で耐えられるかどうか、上は3600の攻防に回帰できるかどうかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。コインシェアーズ傘下のスイスのネット銀行、フローバンクが、スイスの規制当局フィーマによって閉鎖されて破産処分となっています。フローバンクはバイナスなどと提携して、暗号資産の保管など顧客にサービスを提供してたんですが、今回フィーマの発表ではですね、同行は最低資本要件が著しく深刻に違反していると、銀行としての業務運営に十分な資本をもはや持ってない。現在過剰債務を抱えているという十分な根拠のある懸念があり、再編の見込みはないとされてまして、閉鎖となってます。各 SNS も閉じてるようですね。やっぱりスイス方面はちょっと景気が良くないイメージありますね。スイス勢の盛り返しがあるんでしょうかね。昨日 SEC とテラフォームラブス側が和解案を進めているという話を取り上げましたが、裁判所がその和解案を承認しています。テラフォームラブス側の45億ドル相当の罰金支払いと、ドコンテラフォームラブスの暗号資産証券の取引禁止が決まりまして、事実上業界追放が決まった形となりました。そしてテラフォームラブスは解散を発表しています。海外ではテラが集めた被害者の金を SEC が奪い取ったなんていう意見もちらほら出てますね。テラフォームラブスの CEO アマニ氏はですね、TFL はいつか解散することを意図していましたが、それは今ですと、私たちは事業を完全に縮小します。このプロセスを通じて、私たちをサポートしてくれた強靭の方々と TFL チームに特に感謝いたしますと、この会社とエコシステムをまとめ、これらすべてを通じて革新的な製品を作り続けることができたことを非常に誇りに思いますと。裁判に勝っていれば物事を加速させる好位置にいましたが、残念ながら負けてしまい結果として事業を運営できなくなりましたと。TFL の未確定のルナをすべて焼却するというコミュニティ提案を間もなく投稿します。ウォレットに残っているものはすべて TFL によって焼却されますと。コミュニティがチェーンの所有権を引き継ぐ必要があります。これを実行したいチームや開発者がいくつかいると思いますんで、間もなくフォーラムで情報を確認できるはずですと。当社の製品、パルサファイナンス、ステーションウォレット、エンタープライズ DAO は、事業を縮小する間も引き続き販売され、プロセスが実行されます。今後数週間で計画することがまだたくさんありますと。裁判所の承認が得られれば、さらに詳しくお伝えできるようになります。すべてがスムーズに進むよう、私は収束までここにいますと、X に投稿しています。ルナ勢の今後については、今朝ですね、過去の事例を踏まえて、私の見解をメンバーシップの方に公開しましたんで、まだ見てない方は、そちらもぜひ見てみてください。ルナランク勢が今後どうなるのか、その後の進捗に注目ですね。あとはリップル vs SEC の続報も出てます。リップルは今回のテラフォームラブスと SEC の和解案を例に出してですね、罰金の減額を主張しています。リップル側の弁護士はですね、リップルよりもひどい事例であるテラ事件で SEC は、被告の総収入の 0.6% から 1.8% の民事罰に同意したと、対して本件では詐欺の申し立てではなく、機関投資家が大きな損失を被っていないにもかかわらず、SEC はその範囲をはるかに超える民事罰を求めていると。したがって本件の適切な民事罰は1000万ドルを超えないことが妥当であると主張しています。
こちらは相変わらず和解の雰囲気がないですね。XRP の価格は現在 0.48 ドル、BTC 建てはマイナス 0.3%、時価総額8位ですね。こちらは本当に終わりが見えないですが、ここから再度浮上できるのか注目ですね。あとはカーブの創設者マイクロ・エグロフのポジションがついに清算されて、カーブが暴落したのも話題になっています。清算額は約1億4000万ドル相当とされています。で、このマイケル・エグロフのポジションに関しては、このチャンネルで取り上げたのは、去年の8月ですね。カーブファイナンスの一部のプールがハッキングされて、その時もこのマイケル・エグロフがカーブトークンを担保に入れて多額のステーブルを借りてると、このポジションが清算されたら大変なことになるみたいなね、DeFi 市場自体が終わりを迎えるみたいな話で騒いでたんですけども、その後ジャスティンとか界隈の著名人がエグロフからカーブを割安で買って、その資金を返済に充てたことで、なんとか一時的に危機を免れたんですが、その時もですね、この割安でカーブ買った人たちはいつまで持ってるんだろうと、結局売るなら、崩壊が先延ばしされただけなんじゃないかみたいな話をしたと思います。で、今回ね、誰が売ったとかまではまだわからないですけど、価格を保てずに生産に至ってますね。現在エゴロフは返済に回ってるみたいですが、最近ハッキングされた UW レンドからも借りてたみたいですね。カーブの価格は現在 0.28 ドル、時価総額197位ですね。昨日の下落から若干反発してますが、これが回復するシナリオが見えないですよね。エゴロフが破綻して、他が支えるとかしか考えられないかなと思います。まだ時価総額200位あたりですが、ここから復活があるのか注目ですね。あとは先日ハッキングされた UW レンドがまたハッキングされて370万ドルの被害となっています。先日の2000万ドルに続いて370万ドルの被害と、脆弱性は修正されたと発表されてましたが、同じ犯人から抜かれてるみたいだと。UW レンドは犯人を捕まえた人に500万ドルの賞金を用意するとメッセージを残してますが、解決には至ってないようですね。UW は現在 2.5 ドル、BTC 建てはマイナス 8.2%、時価総額1000位あたりです。こちらも復帰できるのか注目ですね。あとはオムニチェーンプロトコルと言われているホログラフのトークンも暴落してます。脆弱性を突かれて10億 HLG がミントされて売りさばかれたと。被害額は670万ドル相当とされています。ホログラフは現在調査中と X に投稿してますね。犯人のアドレスが ENS を取得しているのも話題になっています。HLG の価格は1日でマイナス 50% ほど暴落しています。時価総額は1340位と。連日ハッキングの話題が多いですが、こちらも助かるのか、今後の進捗に注目ですね。今日はこんなところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。良ければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。